皆さんこんにちは、つくみです。こちらは愛犬のリボンちゃんです。このチャンネルでは私たちの田舎暮らしの様子や DIY の様子をお届けしております。今は田舎に買った古民家をマイホームにするべく DIY 奮闘中です。今回は前回の続きでたくさんの助っ人が来てくださっています。プロのやり方を教えていただいて DIY をしていきますので、ぜひ参考にしてください。つくりぼチャンネル。今日は職人さんに壁紙の下地処理から壁紙貼りまで教えていただきます。まずは壁の下処理、パテ塗りです。表面がガサガサになってのりが効きにくくなるから、あんまり僕らは仕上げのパテには入れないです。下地のパテにこうきつくこうやって入れといて、で最後に仕上げのパテはここでやったみたいに薄く塗って、ほんなら言うたらこういう感じで仕上がるんでっていうことです。だからあくまでも段差はこのパテで下地のパテで埋めるっていうことです。こんなんでもあったらこういうふうにある程度の段差はもうこいつでカバーしといて、であと仕上げて薄くっていうでパテはやっぱ薄くこうやって塗ってたら足らなかったら何回でも後でできるけど、盛りすぎたらやっぱ削る必要があるから削るのが手間なんで、なるべく盛りすぎないように足りないぐらいでちょうどいい。やけどやっぱ目地は何回もしたくないから、さっき言ったみたいにちょっと盛り上がるぐらいで埋めるってことです。これでももちろんいいんです。これでもいいんですけど、これやったらちょっとねメッシュがちょっと出気味なんですよ。だからもうちょっと仕上げで薄くカバーしようと思ったら、もうちょっとメッシュが見えなくなるぐらいしていけば、もう仕上げで薄くしたらメッシュの目が出ない。パテを耳を切るっていうんですかね。でこっちやるときは逆にこっちに力を入れて、こっちに耳を切るというか、耳出したら削るのが後で大変なんで、なるべく耳は出さないようにするっていうことです。それでは教わりながら実践です。その低い場所やらせてください。ああ、そうそう。高いところ違う。ついついなんかやる気が。誰できたじゃん。いいかどいいですけど、早く固まってやりにくくなる。力が入りやすい。確かに。しっかり止まらないと。確かに。2500円とか3000円、1000円ぐらいだと思う。最近の家は確かにリス使ってるから、あんまりね、釘使ってないから、古い家の方が絶対もう。続きまして壁紙の塗り付けです。あれに水を入れてのりをだからその季節によってそののりの硬さも変えます。ちょっとだから夏やったらちょっと乾くからちょっと柔らかめとか、冬やったらちょっと硬めとか。だから基本的には硬めののりを薄く塗るっていうのが、硬めに練って機械で薄くする。だから職人さんでもね、いろいろおるけど、これを量を伸ばそうと思ってこれ水すごい量で抜いてこうシャバシャバにとる人もおるけど、それやったらもう天然とか一回剥がしたらもう次つかない。だからやっぱり基本的には濃いめののりをすぐつけるっていうのが基本です。パッてしてんちゃうの？してる。こういうから回して浮かす袋から出しやすくするために水を周りに回さないと。そのための水なんです。
ために水の周りのランプをスルッとユーザー今袋にくっついてる状態離すためにこれあえて入れるとスルッと出るもう全部いや別に半分とかでもいいけど僕らは基本的には1個全部なぜかというと半分だけ取ると量がどれだけ水入れたかわからないけど1個に対して水何リッターっていうので基本はだから水18キロに対して水これ7倍かなどっかで書いてあるこれ水18キロに対して水 15.3 で 8.5 割なんですだから標準って書いてるんであとはこの 15.3 リッターぐらいで季節によってプラスマイナスもっとシャバくする時もあったらもっと硬くする時もあるしそれはちょっと水の加減してくださいっていうちょっと少ないのかちょっと多めのかだからちょっとね今からねこれ前ねしまったやつか今からドリルを入れて溶いていくんですけど水をだからその 15.7 リッターいっぺんに入れたらダメというのは、いっぺんに水入れるとママコはつく要はダマができるっていうか要は水と海苔がこうカバカバになってきれいに混ざらなくなるのでだからちょっとずつ水足しながらちょっとずつ練っていかへんといっぺんに入れるとこう海苔の塊がバラバラになっていつまでたっても混ざらなくなってしまうだから今からちょっとずつ水を入れながら攪拌機でそうですねあれが攪拌機で攪拌機はいりますね。手ではちょっと寝れない。寝たけど大変や。ドリル壊れて。真冬や。昔真冬にドリル壊れて手で寝たけど、もう中冷たいし、もうとてもね手では無理。専用。今は先がね丸くなってる。下げるやつもあるんですけど、下げるやつやったら、意外と破ってしまうんですよ。だから普通にビールがついたら、ビールがついてたら、プラスチックなかったも、ダメなんですよ。だからこれ、一回やってください。一回やってもらって。一回誰か、はい、やってください。力入れとかんと、フラで怪我します。はい、結構、最初は、やりたいです、やりたいです。すごい力。飛び散る。多分できると思いますよ。これリングになってるやつの方が。これリングになってなかったらぶち破るんで、リングになってるやつ先が買った方がいいですか。これね、取り替えできるんですよね。そうここでシャフトを取り替えできる。これがリングになってないで羽だけのやつやったら縁破ってまうんで、このリングがついたやつや。危ねえ、買わなくてよかった前買おうかなと思ったんだけど。いや標準でついてるやつとかはこれじゃないやつ、羽だけのやつがついてるんです。ほんならやっぱこれ買って変えてやらんと。ちょっと腰当てた方がいいです。腰当てた方がいいです。支えときます。まだ。はい。結構いけます。腰に多分ゼロとか。結構粘着あるんで。持ってましたね。他誰かこれを機械に入れます。これ乗り付け機ですけど。ローラーがいくつかあって、これも外しますけど、この下の桶に海苔を入れますね。そしたら、この下の
の桶の中に入ってるローラーが回って糊を上に上げます。ほんでこのメインのローラーの後ろにこのローラーなんですけど、ここの幅をこの左右にあるこのつまみで幅を変えることによってこの隙間で糊をかき落とす。だから隙間もそうです。多くすれば幅広くすれば多く上がってくるし、ここで絞ればちょっとなる。両調整して。この最後の手前のローラーでテープをつけるローラーです。という構造です。でこの後ろのやつはこれがスリッターって言って、これがクロスの耳を切って落とすものです。言ったらカッターですね。ここを通すことによってクロスの言ったら耳っていらない部分なんです。言うたら輸送するときに横気づいたりするんでいらない部分なので、そこを切り落として糊をつける。実際にこれ糊をつけます。厚みの調整というのはどういう時にするんですか？調整というか、だから糊をなんですかね、多めにつけたいときは多くするし、薄くしたいときは薄くする。だからオープンタイムってクロスって糊つけてから10分とか15分とか置いてからしかすぐ貼ったらダメなんですけど、その置くときに例えば夏場だったら貼るのに時間かかるからちょっと多めに塗っとくとか、乾くことを見越して多めに塗っとくとか。かといってあんまりドボドボに塗りすぎると今度ジョイントしたときにそこから糊がはみ出てきてダメなんで、かといって薄くしすぎたら乾きすぎて今度くっついてしまったりするんで、その辺の加減がありますね。紙のオープンタイムはなぜ紙に浸透？そう、紙に浸透しないとダメなんです。だからこの裏の紙にクロスってめくった時に裏側の紙が残るようになってるんで二重構造になってるんです。だから表面のビニールの層と裏側のこの裏紙の層があるんで、この裏紙に糊が十分に浸透してからそうです貼らないとダメなんです。だからそのためにオープンタイムっていうのを、最低でもやっぱり10分とか15分とか、だから塗ってすぐに貼るのは良くないです。で商品によってもっとうまさなあかんやつもあるし、いろいろあるんですね。で糊付け器使うときは必ずゴムベラは使います。こうやって入れたときにゴム取るのも使うし、洗うときになるべく糊をかき取るのにも使うし、一番大きいのはこれ今まだ皿ですけど、一回これ回すと糊つきますよね。糊ついたときにこれで時間経つと糊使ってる下側はいいんですけど、こっちの上側乾くんですよ。乾いたときに厚みのムラが生じるんで、このゴムベラで要は落とすこの上の言うたら半分ちょっと固まりかけた糊を取らないとローラーの厚みが言うたら変わってしまいますよね、この下と上で。だからこれでこういうふうに今まだ固まってないですけど、固まったらこれでこういうふうにこさいでここの厚みを均一しないとムラが生じるので。っていうふうにこういうふうにして糊をいちいち次から使うときは取らないといけない。これをしなかったら結局だんだん、ね、厚いところ薄いところがムラになってくるんで、ローラーのねっていうことです。だからゴムベラ必ずいります。これを金属のヘラとかでやるとこれが傷むんで、必ずゴムのヘラで、ゴムか樹脂のヘラでやるというですね。これで準備ができたんで、右にオレンジとかブルーとかのテープをねつけます。でこっちは重ね切りの時に下を切らないように下敷きのテープだから、さらにボードとか貼る時は別にオレンジとブルーのテープでもいいけど、張り替える時は下で切ったら浮いてくる場合あるんで、この切らないように下敷きのテープを左側に入れます。これをこの手前のローラーにそうすると、で材料どうでしたっけ、これです。
商品は無地なんで、このいらない耳の部分は落とします。耳の部分、これ矢印がこう出てるんですけど、これ残ってたら切る時にもし矢印でも出たらかっこ悪いんで、無地の場合はこの矢印の部分は落とします。青テープのこちら側のテープの役割は何でしょう。重ねた時に糊がつかないように。あ、そうだね。はい。だから結局これテープなしですると重ねた時に糊がついてしまうんで、後で糊を拭かないといけないけど、糊って結局ね拭いてもね完全に取れない場合もあるんで、そうすると後で茶色くなったりとか黄色くなったりとか変色する場合があるんで、だから僕らは極力貼る時でも糊はつけないようにします。だから貼る順番考えて、その階段とか貼りにくいとこ横にベタっと糊ついたりとか後で茶色くなったりするんで、順番考えてとか、なるべくもう最初にベタっとつく部分を最初にもう切って落としとくとかして、なるべく糊拭かなくてもいいように考えてやります。やっぱ拭き残しとかどうしても生じるんで、はい、だからもう糊は極力つけない。だから長さとかももうなるべく無駄に出さずに、もう上から下まで測ってプラス4センチとか5センチとかそれ以上10センチとか出さないです。いや、貼りにくいのもあるし、さていらんところに糊がついてしまうこともあるんで、これでまあ言うたらこの矢印よりも振る場合があるんで、やっぱり5ミリぐらいは余裕持たして落とすようにして、機械もほんまにまっすぐ出る場合もあったら、ちょっとこの巻きが乱れてたりして、ちょっと何ミリかは振ったりする場合もあるんで、やっぱり5ミリぐらいは余裕持たせておかんとあかんので、これで上げると後ろが切れて、後ろが切れて、こういう感じで出てきます。後ろが切れて出てきて、でここで糊がついて、でこの前の部分でテープがついて出てきます。はい、寸法を採寸してもらってますかね。230。230は実寸ですか？よい似てます。似てます。何センチか？はい。一応前後に5センチぐらいいきます。僕らは実寸測ってプラス5センチ、僕は上と下と合わせて5センチ、まあ大体上は1センチくらいで切って、1センチか2センチで切るから、上下で5センチぐらいで大体出しますけど、まあ230で。はい、230です。だからこう片側にテープついて、片側に下敷きのテープがついて、まあこっちはだから別に普通のでもいいけど、重ねて切るときは僕らはできるだけこの下敷き切りたくないから下敷きテープを入れます。まあちょっと高いですけどね、こっちのテープは100メーターで1000ちょっと1300円の700円ですから、ちょっと高いけどやっぱ下敷き切ったらパンクしてくるんで。だけどあんまりこれ入れても思いっきり切ったらどっちでもこれごと切れてしまうんで、だから力加減はいりますけど、だからこの下敷きは下敷きテープ入れてると、弱かったら何もならないです。これ結局この網目がカッター入れた時にカタ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 って手に振動が伝わってくるじゃないですか。だから弱かったら振動伝わってこないし、逆に思いっきり切りすぎてももう振動伝わってこないので、ちょうどカタカタカタってなるぐらいがちょうどいい力加減っていうのを教えてくれるので、だから結局これごとの力入れて切ってしまったらこれの意味がないんで、だから下敷きテープを切らないぐらいのちょっとカタカタっていうのを感じるぐらいの量が一番力加減が一番いいっていうことです。僕らは、まあ、カッターで切ってもらっていいんだけど、僕らはこのカッターの最後の切り残しを置いといて、もったいないからこれで切り残し。でここ230今セットしたんで、ここから今これ下が塗ってる量で上がこうセットした量です。これ送っていくとこうやって下塗った分の数量が出てきます。
だからこれで230セットしたんで、これでスタートしたら230になったらこうなんです。これで230出たんで、これでまたこう当ててもらって、でカッターでこう切ってもらったら、これで最後1センチぐらいこうちょっと重ねてもらったら、これ1枚ついたら誰かやってみたいな。一回ちょっとそれ浮かしてもらって、ほんで15センチぐらいかそこらぐらいで適当にもう感じで、ほんで一回それで下を畳んでください。そうです。でここをそういう感じです。でこう下ろして、ほんでここスタート。いや、引っ張らんで、そのままもうここ端だけをこういいです、まっすぐって。でまた次見て、でまた引っ張らずにそのまま降りてくるんで、そのままここだけちょっと。もう止まったです。大丈夫、大丈夫。そうです。はい。でここ持ってこう、はい。そうです。優しく畳んでもらって、はい。でスタート。であとはもう素直に出てくるから、もう下まで来たら、はい、奥までそれをバーンとつけてもらって、はい。いいですね、これでいいですよ。であとはまっすぐ降りてきたら、右か左か見て、まっすぐ降りてきたのをそのまま、はい。あ、これで終わり。短い。でちょっと待ってください。今度ここでこっちで落とします。最後やから、ここで16に出したのは、ここからここまで38センチあるんで。材料もったいないから、ここで落としたら最後、ほんならここで200って言うんです。で、これで、あともう、はい、で、寸胴で送ります。で、最後、ここのりこう部分でつけてもらって、で、そのまま寸胴になって、はい、ここに一回つけてください。はい、つけてください。で、ここで手。切るんです。はい、でも畳んでもらう。はい、いいですよ。はい、いいですよ。それでいいです。続きまして壁紙貼り講座です。さっきこっちの無地の商品の取り方、材料の取り方、まあ無地やからどう取ってももちろんねいいんですけど、僕らは極力クロスってこう幅94センチとかあるんですけど、要はね製造上こう真ん中のと端の厚みってやっぱ違うこともあるんですよ。だからなるべく端同士でジョイントする。だから要はなるべく材料を真ん中で落として言うたら端と真ん中を継ぐってことはなるべく避けるようにしてます。ほんで、まあ言うたらこういう建具とかがある時の取り方ですけど、これ例えば端から93センチだったらここ一幅で貼れるんですよ。だからここ貼るんだったら大きな1枚ズボッと貼れますよね。だからこれ今は縦にこれ貼らないやつですけど、これもし貼る縦にだとしたらもうこれ1枚ズボッと取って、ほんでこれをきれいにここで落として、でそれを落としたやつをここに貼る。ほんならこれ別にわざわざ別に取らなくていいです。もうこれ大判1枚でこれとこれと通しで貼る。だから特に柄物とかやったら別に取ったらロスが大きくなるんで、無地でも僕らはこれが1枚で入るんだったらこれを落としてそのままここで貼る。でこれは貼らなくていいやつですよね。で貼らなくていいやつの時にこれまあズボッと取ったらここ落としたらここの部分ってもう使えないですよね。高さがないから。だからその時はこれ50センチあります。
だからまあ言うたら55センチとか、まあちょっと多めに取れたら60センチ余分に取るんです。要はこの長さ230に例えば6センチ60センチ足して290で長いの取ります。ほんならここを落とした時にこんだけ60センチ言うたら窓の上の分がここにあるから、そうするとここ落としたこの幅の分っていうのはまた大判というか長いものとして使えるんで、これをまた端とかに持っていったら長いやつ1枚端っこ取らなくて、要はこの幅で落としたらこの70センチぐらいのやつが長いのができるんで、この高さで縫ってここで切ってしまうとこの高さになるともう使い道がなくなるんで、だから要はこの分長く下を取ってやることでここ落としたやつがまた端っこに使える。だから無地でもそうするとロスが少なくなるんです。要は1枚目例えばここ2枚目ここ、だったらこれも要はこれ貼る分なんで、貼る場合はもうこれを長いの1枚取ります。ほんならこれ落としたらここで落とせばそのままこれ使えますよね、こっから。やけどこの場合はここ幅具よりもちょっと縦具が下に入っとるんで、この分も見たらんとここギリギリで取ったらここはちょっと足らないんで、まあ言うたら5センチぐらい、まあ、言うたらさっきこれ230測ったんで、まあ普通230実寸やったら230大体僕ら4、5センチ取るんです。だからまあ235を取るけど、まああとまあ言うたら3センチとか取って238とか240ぐらいでちょっと取ってやれば、これ落としたやつがそのままここ使えます。次ここ切りますね。で最後こう切って、最後ここがまあ60センチ弱ぐらいくるんです。ほなこの60センチは1枚取れなくても、さっきのあれ落としたやつをここ60センチの幅で使えばこいつは取らなくていい。だから言うとあそこ60センチ長く取るだけでここ1枚稼げるっていう。続きまして柄の壁紙貼りです。リピートっていうのは必ずありますよね。カタログに書いて縦が例えば32とか64とか書いてるんですけど、その場合は必ず、言うたらこれ230あるんで、230よりもリピート例えば64だったら64の倍数で言うたら64、128、192、256なんで、言うたら230やけど言うたら256取らないと足らないです。繰り返しなんで。そうすると次の頭が次256のところに来るから、言うたら1枚256取らなあかんから、材料を取るときに無地やったらこれ 2.3 やからまあ 2.4 とかで計算してもいいけど、柄物やったら256やったら言うたら 2.6 メーターで1枚計算して何枚か計算しないと数が合わないです。材料の数が足らなくなる。だから、ほんで今回ここ貼るんが90センチか92センチぐらいちょっと大きい柄なんで、そうなると90、180、270だから要はこれ1枚270センチで計算しないと数が合わないです。だからこれをここまあ2幅で入るんで2枚注文するんですけど、要はだからこれ230やから242幅でまあ5メーター注文したら足らないです。だからその場合は270で計算して270で270で2幅やから実寸で 5.4 いるんで、まあ言うたら6メーター最低注文するぐらいでないと足らないです。プロによる壁紙貼りをご覧ください。で、柄物の場合ね、のり付きの壁紙をこれ買ってあるんですけど、まあのり付きの壁紙の場合は機械で落とすのと違ってこの耳がついたままなんです。でも耳がついたままだと柄合わす時に見にくいんで、事前にこっちはもうこの耳の部分だけここの部分をもう定規で落として切ってます。で頭も同じところに1枚目と2枚目と同じところに来るように2700で次頭を取ってます。これ頭同じところで取らないと柄がもちろん合わないんで、だから、これ1枚目でこれ2枚目ですけど、まあ言うたらこの蝶があるとこ頭今この蝶の上何センチか取ってある、これ大体同じところで取ってます。もしこれちょっとね
この蝶とか同じ柄がこう重ねが大体1センチとかしかないんで、これ同じ柄がここないんですけど、もし同じ柄があるんだったらこの柄とこの柄をあそこで曲がらへんようにまっすぐ貼るために同じ柄を出すとか自分で決めて貼らないと、こう斜めになったらずーっと下がっていったり上がっていったりすると足らなくなる。まあ上がっていく分には多少はいいんですけど、下がっていったら頭が足らなくなるんで、その辺も考慮して貼ってください。撮ってる。ほんでこれ今貼りにくいから先にもうフィルムは剥がしてます。フィルム剥がして言うたら畳んで、言うたら僕ら機械でつけたのと同じ状態にしてます。人によったらもう貼りながらこう後ろのフィルム剥がす場合もあるけど、ちょっとやりにくいんでそういうふうにしてます。で今言ったみたいにあそこの大体腸のところ今何ミリか下に腸が来るようにしてますよね。で縦は大体今端切ってるから、大体入りのところに縦合わせてるけど、でもこの入り自体がこうこけてる場合があるから完全に入りを信用してまっすぐ貼るとおかしくなる場合あるんで、その辺もちょっと狂ってる場合は加減して上とその縦を見ながら、でこのドアのこの枠ですね、ここも今言うた目立つ柄、例えばこんな柄があるんだったら90センチ下にも同じ柄があるんで、大体そこで同じぐらいのところにこう寄ってないかっていうのを大体をね、1ミリとかはいいですけど、あんまり5ミリとか寄ったりしてたら良くないんで、大体上と下で同じ柄が来てるかどうかっていうのを確認して貼ってます。だから今あれで上とその下の同じぐらいの柄のところが大体同じところに来てるかっていうのをチェックしています。90センチぐらい大丈で柄を合わせるときは、2枚で貼るときに柄はもちろん合わせるんですけど、合わせるときは大体この目線の高さの大体1800近辺、ここをもう完璧に合わせる。クロスによったらこのなんていうかね、これ柄をこうつけるときに、言うたら工場でこう大きいドラムみたいなやつにこう印刷するドラムがあるんですけど、それってこう大きいんで、言うたらこの矢印がもう柄の繰り返しでありますけど、言うたら例えば1周が270やったら言うたら90、90、90で柄あるんで、それが言うたら微妙に違ってたら、ここは完璧に合わせても次でちょっと1ミリずれてるっていうのはあるんですよ。その90が完璧に90じゃなくて、例えば極端に言ったら 89.9 で次が 90.1 かもしれないんで、そうするとこの矢印で合わせても次の矢印で合わないかもしれない。でもその場合はもうこの目線がこの辺が一番目立つんで、立ってみた時に一番目立つこの辺は完璧に合わせて、もう上と下は多少ずれてもわからないので、分からないっておかしいけど、ずらすんだったらこの目線のとこをずらすんじゃなくて上とか下とかでずらして逃げるっていうことです。言うたらあんまり目線の高さじゃないから、そのちょっとしたずれやったら分からない、ごまかせるっておかしいですけど、そういう感じです。で今1枚目貼り終えたんで、次は2枚目。で商品貼るときにやっぱり僕らいらない部分っていうのはベタっと糊がやっぱりいらんところにつく可能性があるんで、なるべくいらない部分はもう先に落とします。でこの場合はこの落とした商品ってもちろんいらないんですけど、これでも長い商品で無地とかであればまた端とかに使えるかもしれないんで、一応こういうのは最後まで一応保管はしておきます。今回はこう2枚だからもういらないんでしてますけど。で事前に大体頭同じところで切ってるんで、大体同じぐらいの上余分取ったら大体柄重ね1センチぐらいで大体柄はざっくり合いますね。だから今ざっくり合わせてますけど、これまだ完全に決めてないんで、それと
ちょっと待ってください。これ今2枚目こう貼りましたよね。貼った時に絶対に左上を絶対に下げとかないとダメです。なぜかというと、これ貼った時に左上がもしこう上がってたら、こうなってたら、これこっちにこう寄せられないですよね。だから逆に言うたら寄せやすいためにこっち言うたら極端に言うたらこっちをこう下げといて、でこっから合わせていくってことです。こっちを先に上げてこう貼ってしまうと結局こうなったらこれ寄せようのにこう寄せられないですよね。だからまあ無地の時でもそうですけど、まあ大体左下がりで最初貼って合わすってことです。だから言うたらこれ今上げる余裕はありますよね、下がってるから。ほんで一旦下げといてからでここで見てこの、まあ、例えばこれがここやからこう合わしますよね。その時にさっき言ったみたいにここがあったら見にくいんで落としてます。僕らだから基本柄物する時はこの耳あったら下のこう柄ここでちょっとこう合わすのにこう何回もこうやって見るんで見にくいから耳を落としてます。だからこれ今こうちゃんと合ってますよね、ここで下もこう下も例えばこの辺でこう見たらだいたいこれで縦も横も合ってるなっていう高さも合ってるし横左右も合ってるって言うて、こういうふうに何回かめくってこうやって見ます。ほんでもしこれが微妙に1ミリとかずれてたらあとはこのシワを逃げる時にちょっと下から上に履くか上から下に履くかでその1ミリ以下のレベルの調整はここで合ってるんだったら言うたらここからもう下に履かないとあかんし、ここら辺がもし合ってるんだったらここから上に履かないとあかんし、その履く位置の調整で合わす微妙な誤差はそこで修正します。ではあとお願いします。でクロス履くときは基本横には履かないです。基本縦に履きます。横に履くと横にやっぱ動いてしまう。まあ無地だったらまあいいんですけど、柄の場合は横に履いたらせっかく今見て合わせたのがずれてしまうんで、その大きい空気をこっちに履いたら例えば1ミリずれたりするんで、基本僕ら無地でももうクロスは基本上下にしか履かない。まあ縁だけは横履きますけど、その大きくこうは履かない。基本もう上下に逃げて、まあ縁だけちょんちょんとは横に履きますけど、大きく逃げるのはもう必ず上下に逃げるということです。これで、縁が切れたんで、あとはジョイントなんですけど、まあジョイントは事前にテープ入ってたところ一回テープ取って僕ら下敷きに入れ替えてるんで、まあだから機械で入れたのと同じで、こっちの下側はこの網目のこの下敷き入れてます。下地を切らないようにするために。カタカタ音聞いてもらっていい？でこれ下にこの網目の下敷き入ってるんで、軽くしすぎてもカタカタならないし、強く切っても下敷きごと切れてもカタカタならないんで、この扇風機切った。扇風機ちょっと切ってみよう。音ちょっとねカタカタ音鳴るんで。ちょっとカタ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 っていうこの微妙なこの感触というか、このちょっと今こうカタ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 って切ってたら振動するんですよね。だからこれがちょうど
クロスが2枚上から2枚切れて下の下敷きのところにカッターが当たったらカタ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 ってちょっとなるんです。微妙なんですけどね。切ってる人にはこう振動がちょっとカタカタカタっていうこの振動が伝わってるんですけどね。でこれね今切って今これ下の方のけましたよね。でこの上の左側のテープのけますよね。テープのけた時にこれ下敷きが入ってたんでこれ今ここをねジョイントのこの切り口のところを指で押さえたんですけど、まあ、これちょっと今ちょっと分かりにくい。これここ今空気入ってるのちょっと近くで見てもらえます？こう押さえたら今ここ浮いてるんですよね。わかります？ここ浮いてるでしょ。ここ浮いてるでしょ。横から見てもらったかちょっと斜めから見てもらったか分かりやすいかもしれないですけど、これ要はこれちょっとねここが浮いてるんです。浮いてるってことはわかります？これ今ここ浮いてますよね。でここ先にここのジョイントのこの切り口のとここう押さえたらここ浮いてるんですよ。これ空気入ってますよね。だから極端に言ったらこうなってる状態です。だからまっすぐしたらちょっとこう重ね気味になるんですけど、今さっき切り口のとこ押さえたんで極端に言ったらこうなってる状態なんです。でこうなってるってことは要はきつめなんですよね。ちょっと言うたら余ってるからこう切り口で押さえたらここちょっと空気が入ってると。ほんでちょっとローラー貸してください。でこの今ジョイントを押さえてこの空気を極端に言ったら左右に逃がすんです。もう軽く上から押さえます。ほんだら適度にこうつきながら余った分は横に逃げて今ここ空気入って浮いてるんですけど、これこう押さえていくと要は適度につくんですけど、あと余った分は横に言うたら逃がしてます。だから先にこのまま押さえたら重なってこうジョイントが重なって収まらないんで、先にこの切り口のところを先にこう突き合わすように先にここを押さえます。ほんならここ浮いてるんで、あと浮いたところをこうなじませるというか、本来まで適度に左右にこう逃げるってことです。だからこのローラーでこのジョイントを何ですかね、収まらへんからって言ってかぶって収まらへんからって横に思いっきり寄せたりとか、その角で押さえてみたりとかすると余計に目立つんで、この切り口の部分はこういうふうにもう軽くこう言うたら自然に突き合わせる。突き合わせて先にここを僕らこう押さえます。押さえてこの浮いたところは後でこう軽くローラーで言うたら左右にもう逃げると適度につきながら、あとは余分な分は左右に逃げるということです。要はわざときつくしておくことで、まあ言うたらビニールってこう5年10年経ったら縮むんです。必ず縮んですくんですけど、最初からすいてたらもっとすくんで、最初にこうつき気味にすることで年月が言うたらこれ5年10年経った時に言うたらこのままの綺麗さを保てる、可能性もある。もちろんね使い方にもよるから、むちゃくちゃ湿気とかあったらもちろんめくれてきたりはしますけど、こうしとけば、5年10年とか経ったぐらいではジョイントが目立たない、言うたらこの状態を長く綺麗に保てるっていうことです。これだから今ちゃんと柄合わして、ほんで今こうつき気味で収めましたよね。だからこれ近くで見てみてください。ジョイントがこのラインですからね。このラインですからね。パッと見そんなに分からないと思いますよ。
まあ、手品でも何でもないんで別にクローズアップで見てもらっても全然大丈夫なんですけどこのライン上見えこの縦のラインですけどあそうかこの辺なんです分からへん分からへん。むっちゃ近くで見るの俺の目が悪い。全然わかんない。全然わからん。ここ触ったらわかるけど、全然わかんない。この辺ですか？そうこれですすごい。まあ、もちろん柄の商品の方が柄に紛れてジョイントが分かりにくいとはあります。だからどっちかというと無地の商品の方が柄自体は分かりやすいんですけど、でもそれでも今みたいに下敷き入れてちょっとこう言うたらここを先押さえて突き気味で逃がすことで言うたらこのぐらいのレベルでジョイントが収まるっていうことです。だから無理に寄せたりしてもその時だけでローラーで無理に寄せるのが結局は一時的には伸びるんやけどまたすぐ戻ってしまうんで、だからもう言うたら何ですかね、もうクロスに無理をかけずにもう言うたらこの貼ったからよ。この手紙ないけどだから言うたらクロスを引っ張ったり伸ばしたりするんじゃなくて、もう言うたらこのあるように自然に、だから今さっきこうハケかけたりした時も無理にこっち寄せたりとか引っ張ったら後で動いてずれるんで、なるべく自然にもう空気だけを自然に逃げる感じですると後で引っ張ったりしてないから動くことがないっていうことです。言うたらこの状態を言うたら5年10年保てるっていうことです。はい、だからジョイントのやり方としてはそういうことです。だからなるべく切る時も一定の力でやりたいからジベラとかでこうするとやっぱりガタガタなるし、力もグッってなったらそこだけやっぱりグッて力入れすぎたところはやっぱり後でボードまで切れたら開いてきたりしやすいんで、なるべくその軽い下敷きが切れるか切れへんかぐらいの一定の力でやるためにこの長い定規でもう半分半分でなるべくその力の何ていうんですかね、継ぎ目を減らすために上からスーッといってまたここからスーッといってっていうのでする方がジョイント的には綺麗に収まります。はい、やり方としては以上です。もうわかんない。どこに次があるのかわかんない。これでパッと見て分かるぐらいだったら金返せって言われるまあ参考になったらどうかは分かりません。めっちゃ暑かったのでスイカメロンバーを買ってきました。続きまして庭の木の抜根です。どうだろう、それは力が分散されるできたしね。回しながら。Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening?
楽しくね、なんか過ごして。まだWe rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to 逆もう軽くじゃあ来た来た来たで飛んでどっか飛んでればそこがつながってるからそれ飛んでる光いるんでいや蹴るとこまで上げる上げる結構やばい。行った方がいいのでもここつながってるここつながってますねこのままバンですマキちゃん40ボルトください最強です40ボルトはい一本釣り分離した分離したやったーすげえでこれをどこに置きましょう最後カメラに向かってねどこすごいやったーこれすごいす
すごいパワーだ。すごかった。涙はそして天へ。やった取れたよ。やったやった。これちょっとオブジェとして飾りましょう。目指せこいやろ。目指せこいやろ。よかった。結果出た。ね、ちょっと諦めそうになったよね。ここがなくなっている。車が止めれるようになってる。もはやどこだったっけって感じですね。ハハハハ。